のはすごいよ。そうなんや。なんてったって、1980年代に製造された希少な日本製ヴィンテージエアガンだからね。いよいよエアガン博物館になりつつある。ということで今回紹介する素敵な一品はこちら。シオだ。ウェルディ45マグナム。基本スペックはこんな感じ。聞いたことないコッキング方式。80年代のマグナムハンドガンといえばオートマグ一強だった時代に、彗星のごとく現れたのがこのウェルディ高優銃。外箱も本体も40年前のエアガンとは思えないくらい良好なコンディションを保っているね。伝説の傭兵が見たらガチ切れしそうなレベルで彫刻入ってんな。元の実銃には入ってないっぽいから、このエングレーブはエアガン特有のものだろうね。まあおかげで美しい銃には仕上がってんな。なんか黎明期って感じの見た目だね。バレルは44オートマグに近い見た目してんな。スライドとフレームに関してはガバメントっぽいもんね。キメラやん。ガバメントのティア表にいても違和感ないかもね。違和感しかない。見てよこのサイズ感。わからん。手持ちで一番でかい銃と比べてみよう。映像で伝わってるかわからないけど、相当迫力があるよ。十分伝わってくるわ。これ一応エアコキなんだけど、重量も結構ずしっとくるんだよね。なんぼなん。956g あるね。あの下品なカスタム M45 より重いやん。重すぎだろこいつ。この時代のエアガンはみんなそうなのか千代田だけなのかわかんないけど、相談数をモデル名に入れ込んでるのは斬新だよね。この鉄の数値相談数なんや。今の時代にはないから逆におしゃれだね。いやダサい。そしてみんなが気になってるであろうロストテクノロジー、プッシュコッキング。まあ実らで予想はつくけど、その名の通り、現代のエアガンでは採用されていない、バレルやスライドを前方に押し込んでバネを圧縮するシステムなんです。投稿主もこの業界に入って長くなるそうなんだけど、この動画作るまでこんなコックシステムがあるなんて知らなかったみたいだもんね。今生き残ってる大手がどこも採用してないんやから、何かしら欠点とか欠陥があったんやろ。調べてみた感じだと、実銃と操作が異なるから人気が出なかったんじゃないかな。確かに形だけ似てても、ギミックが実銃よりじゃなかったらリアル思考プレイヤーとしては物足りんもんな。けどエアコキで疑似的とはいえホールドオープンするのはなかなかロマンじゃない？今時ホールドオープンするエアコキとかなんも珍しくないやろ。てかこの銃いくらで手に入れたんや？確か6000円くらいだったかな。ほぼ当時と変わらんとかプレミアついてるやん。これでもかなり安く手に入った方じゃないかな。この原稿を作ってる時に相場調べたら、色違いが12万円で出品されてたもんね。12万いかれてるわ。今となってはその値がつけれるほど貴重なものなんだろうね。しかも今出回っているのが色違いのシルバーばっかなんだよね。こいつブラックやん。しかもロングバレル。マジでなんでこんなところにおるん？もっとふさわしい場所あるやん。いやここがこの子の対の住処になります。てかじゃあなんでこいつこんな安いん？いや安くはねえけど。お店の人が言うにはセーフティーが効かないらしい。はいそうなんや。それが理由かはわからないけど、この子を手放してくれた前のオーナーに感謝だね。衝動買いの無駄遣いと言いたいけど、これに関してはナイスの利きやな。こんな値段でこのコンディションのウィルディが今後手に入るかと言われると、多分無理だろうね。ほんまに丁重に扱えよ。資金に困ったら12万で売るか。おい。はいじゃあいつも通り初速とか測っていこうか。40年前の18金エアコキか。どんなもんやろな。エアガンが地黎明期の代物だから、ワンチャン今の銃刀法にゴリゴリに触れる可能性あるって考えるとゾクゾクするね。初速系の数値次第でこのチャンネル終わるのくさ。マガジンに装填すると思いきや、なんとここから装填するみたい。じゃあこれは何のためにあるんや。マガジン風 BB ボトル的な扱いかな。自体を感じる。緊張はひととき、行ってみよう。何？玉切れだと大丈夫。この銃には緊急用の秘密ポケッツがあるんだ。お、意外といけるじゃん。楽しんでんや。黎明期の18金エアガンの平均初速は 61.68 メートル毎秒。ジュール換算で 0.38 ジュールだね。チャンネル版回古い銃だからか、メーカー指定 BB 弾を使ってないからかわからないけど、弾ポロしちゃうから現代の10金程度に収まったね。さすがにホップアップなんて大層なシステムは積んでないから、最大飛距離は23メートル程度で、有効射程は10メートルから12メートルってとこかな。かわいい。フィールドでの話題性はバッチリだけど、戦闘には向かないって結果かな。10金戦でなら合法的に使えるかもな。はい次集団性。この子弾ポロするからしゃがみ撃ちで銃口を少し上に向けて撃つね。本日の条件はこちら。40年前の銃にしてはよう当たるやん。ちょっとトリガーが独特で硬いから、今回みたいな近距離の精密射撃には向かないけど、普段のサバゲーには支障はないレベルのグルーピングと言えるかな。ところでプッシュコックの音程みたいなのはなんか感じたか？なんも変わんない。変わらんのかい。プッシュコックとは書いてあるけど、全然スライド引くとき現行機のエアコキと変わんないくらい重いし、トリガーに関しては技術の成熟の差だと思うけど、ウィルディのこのセーフティーかかってるって誤認するレベルで硬いのがちょっと気になるかな。まあ40年経ってるから経年劣化の可能性もあるな。それはあるかもしれないね。弾ポロするし、てかセーフティーが効かないは書いてたけど、弾ポロは書いてなかったな。ジャンク品つかまされてて草。まあ弾ポロ対策なんてフリントロックピストルで履修済みだから気にしないけど、こいつセーフティーと弾ポロがあるからこんな安かったんかもな。サバゲーで使うわけじゃないし、中身に不具合があったとしても外箱と銃の外観のコンディションの良さを考えれば、それで
も破格の掘り出し物だったかな。中身の状態がどうかは知らんが12万の値付けされてるくらいやしな。サバゲー好きの皆さんこんにちは。オクトパスの女社長です。またなんか始まった。このコーナーではリスナーから届いたお便りを紹介していくよ。あれでコメント来るのマジか。ラジオネームオールドマン PZ さんからのお便り。ボブ、私は曇るので丸いのを自分で塗ったり削ったりしてます。努力家だ。みんな何かしら工夫してるんやな。オールドマン PZ さん、お便りありがとうございました。そろそろ怒られるんちゃうか。続いてはゆねさんからのお便り。ああ、自分が UDL のと間違って買ったやつ。でもバネかなんかが弱い分、こっちの方がコッキングしやすくていいのよね。このコメントでもう一種類あることに気づいたよね。見た目のクオリティいいやつな。ゆねさん、お便りありがとうございました。何言うても打ち抜かれるんやな。このコーナーではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ほぼ公開処刑やけどな。お相手はオクトパスの女社長でした。また次回お会いしましょう。物好きもおるもんやな。じゃ最後騒音値測ろう。ホップアップがない分、バネとか強化されてるんかな。コッキングの感じと打った時の音の感じは普通だけどね。銃口付近が 92.7 デシベル。普通やな。構造的にこの辺かな。おー 107.7 デシベル。前回の M1903 よりうるさいな。黎明期を支えた日本メーカーの底力を感じるね。適当言ってんな。結論。当チャンネルではこのロストテクノロジーをかくまい、最後の一丁になるまで守り続けることを宣言します。ほなせっかくやから色違いも迎えてやらんとな。というわけで千代田製作所さん案件をお待ちしてます。とっくの昔に廃業してるで。今回の検証をもとに作成したチャートはこんな感じ。購入適正も何も売ってないんですが。もし中古ショップで見つけたら迷わず買っていいかもね。メーカーも存在しないから希少品であることは確かだけど、それを抜きにしてもデザインがシルバーとか見つけたら教えてな。1万以下で。それじゃまた次回の動画でバイバイ。